でも甘い汁ね、夢ってのは。人の夢と書いて儚いんだよ。夢ぐらいさ、いい夢見たいじゃん。でもね、夢は見るもんじゃなくてね、叶えるもん。おはようございます。おはようございます。皆さんこんにちは。こんにちは。久々すぎて。綾崎ラジオのお時間です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていうかね、体調壊したり忙しかったり、まあどうやろう。7割ぐらい体調壊してる。多すぎるよな、うちらちょっと。もともと喉がね、ちょっと弱いのもと、ちょっとさ、病院行ったのが遅かったのもあって、ちょっと検査がねしなかったというか、でもあれからだいぶ経ってさ、それでも体調悪いんやで、ね。あいちはだいぶほぼその後にね、ちょっと変な風にさ、体急変っていう感じだよね。お風呂入った後になんか急に体調が、やばいと思って慌てて飛び出てきて、死んでたっていう、なんか呼吸ができないっていうか、できないっていうと語弊があるか、もう過呼吸みたいな感じ。心拍数が上がってね、なんかのぼせたとかさ、そういうふわふわふわじゃなくて、動悸やばいみたいな感じ、そしたらいきなり呼吸がほぼできなくなっちゃって、酸欠というか、まあいろいろ重なったよね。病み上がりと、一気に動いたっていうのと、またそれからちょっとね、なんかお腹の中が気持ち悪いとかね、あっちこっち痛いとかね、つながってますからね。そう、これもちょっとねしんどい。ちょっと編集者のね2人も、まあ片手間でやってくださってる方だからさ、コロナになったって、ね、ご報告いただいて、うちらもなかなかできなくてね、ちょっと雑談っぽくなっちゃうのかなって今回は、申し訳ないけど頭がねちょっと回ってないのが、もうね環境的にいろいろありすぎてさ、愚痴言いたいこともあるんだけど多分ストップかけられるんだよね。今問題の真っ只中というかね、どうにかなるのかならないのか、先方の言ってることがねコロコロ変わるってのが大変ですって。おるよな、そういう人。どこにでもおるよな。本当にあの時ああ言っとったのに、あれ次全然違うこと言ってるって人いるよね。でこっちがね、もうそのためにお仕事とかタイミングとかさ準備してさ、その日に合わせました。そしたらドタキャンならぬさ、いやちょっと待ってみたいな、いやこっち他のとこのお約束までキャンセルさせていただいてね、準備してこの日のこの時間の午前中全部開けましたんでって、いやそっちの一言でちょっと都合が悪いかって、いやだいぶ前から予約しましたよねつって、っていうね、細かく愚痴言いたいけど言えたら言うね今後。俺にとってはもうかなりもうこれストレスと心労になってるね。そうだよね。これが重なってね、ほんでもっとねやばいことが重なったのがね、いいこれ言っていい？何？カットでもいいけど、何？久々に G を見たの。G 見たの。ね、天下のブラックキャップ様、ね、あれ聞いてたね。俺聞いてたんだよね。ですっかり忘れとって、毎年だいたいなんていうの、夏前ぐらい1年交換するやて、今年そういえばやってないなと思って、そしたらさ、台所はバッチリやってたのにさ、なぜかこっちだけやってなかったら、もう本当に最悪でさ、慌ててアース片手に追いかけ回してさ、消毒しまくってさ、でもただでさ家古いのにね、で調子こいてなんとかほっとしたらナメクジがいるっていう、ナメクジ床にさ干からびかけておった。もう G やら虫やわ、俺無理もうあれで今度もラジオどこじゃなくてさ、愚痴大会になっていや G は嫌やって、大騒動だよね、夜からね。もう本当に何時あれ、寝る前だよ。12時だよね、
こんな時間から出るんかい。で慌てて電気つけてさ、もううわーって感じ。全然しなへんしさ。ほんでそいつのせいでさ、結局俺寝たのがさ朝の5時だよ。かわいそう。ハイチはグースか寝てました。だって新聞屋さんが来て今日早いわっていつも4時ぐらいなのに3時38分に来てさ、早いね。早いなと思って。雨降っとったで、ね、雨降ったりして土砂降りん中新聞配達きついね。きつい。で5時ぐらいに寝て、もうあっちこっち痛いし体中痛いし変なとこ痛いし、喉はちょっと戻り始めたかな。声的にはちょっと微妙戻ってないかなっていう。やっぱ胃腸に出るね、なんでも。でなんかね、お腹の中が気持ち悪い、ぐるぐるしてるっていうか、違和感っていうよりキモいマジでキモい。なんか風邪薬とかさ飲んでるとさ便秘になったりさ下痢になったりするじゃん。お食事中だったら申し訳ないです。ゲイリー大佐とねお友達になる、ゲイリー大佐か頑固軍曹韓国軍曹がね交互に顔を出す感じねそうだね。いつぼっとんのうまいよね、そういう言葉考えるの。いやとっさに思っただけ。とっさにいつも出てくるじゃん、だって台本ないもん。土壇場だっていうかもう感じたものしか言わないから、それが交互に頑張って前線に出たり入ったりしてるっていうだから余計今調子悪いというかね。でもなんか普段お腹痛くなるじゃん。またそっち系の話になっちゃうんだけど、水分の話したじゃん、出したね。動画で出したじゃん。水分がないと締め付けるからお腹が痛くなるみたいな言っとったじゃん。まあ筋肉の中にも水分があるから凝縮するよねっていう。そうするとどうしても圧縮してくるって。その便を出すまでの間にお腹が痛くなることが多い人も多いじゃん、そう全脳運動って言ってこうやって動かすや、たださえ水分がないと硬くなる。でその出すものも水分がなくなって硬くなる。で全脳運動するためにはやっぱ程よい水分と油分とその動くのがあってスルッと出るんやけど、それがないとやっぱ固まる、周りも硬い、水もないっていうとガンガンガンってこうやって押し出す。昔めっちゃお腹痛くなるんかなと思って、最近ちょっと減ったもんやっぱそういうの、だから水分取っとればお腹の痛みもちょっと緩和するのかなって。でもお腹痛い時ほどゲイリー大佐になるから飲みたくないってのもあるっていう。まあいろいろね、その飲みすぎはね、コメント結構あったけど水中毒になるとかね、それさ、動かない汗かかない短時間で一気に飲めそらなるって。何でもそうじゃない。それは水に限らないよね。そうで俺が実際やっとったのがお仕事の時に6リッター飲みましたって多分あそこ言っとるんやって、見返しないか分からんけど、それでも汗全部出ておしっこ出ないんやで、それで6リッター飲んだらダメですよ水中毒になりますって言ったら今度脱水で死んでるよって。もう環境によるよね。それは環境、体調、体ね、それによるんやって。だからゴロゴロクーラーのしたとこ行ってる1時間2時間で2リッター3リッター4リッターガー飲んだらそれはなるよっていう、で1時間に吸収できるのも限られてるから、限られてる、一気に飲んでも意味ないよみたいなね。っていう雑談というかいろいろね本当、体調悪い時ほどさ不安になるんやって、不安になるのに忙しいし溜まってるし、で他のとこで今ちょっと大きい揉め事というかさ、揉めとるっていうより相手に振り回されてる、権限をあちら側が持ってるもんで理不尽なことでも言うこと聞かなきゃいけないっていうさ、勘違いしないでね、お仕事っていうより他のことだからねこれ、なんか先に言っとくけどこれ角川様のことじゃないから全然違うなんか変な風に思われると困るからタイミング的にそう聞こえるかもしれないけどこれ角川様の話じゃないからね。個人のお話。そう個人の話だからねこれ。仕事でもなく個人の他の人のちょっとやり取りがあって、そこでちょっと揉めてるというか、人とね、だからその趣旨が違うと今なんか角川さんは相手の話になりそうに聞こえるかなと思って一応釘を刺しておくんだけど角川さんの話ではないからね、
だからまあ本当ありがたいことでさ、まあちょっとここで番宣みたいになっちゃうかもしれないけど、ほぼ1日で完売だったみたいでね。ありがたいです本当に、でなんか一生懸命試行錯誤してくださってるみたいで、もしかしたら、たられば増えるかも。日にち席は無理やろ。席は無理だと思う。だってもうそういう会場だもん。会場で席数が決まってるから、だから日にち増えるかも。もしかしたらまだわからないね。それおこちょちゃんだよ。カモちゃんだよ。おこちゃんのにフェレットだよ。イタチだよ。久しぶりに聞いた。まあ本当ありがたいことね。ありがたいね。買えませんでしたとかさ、再販しないのですかっていうお声があって、片川さんの方もちょっと考えてくださってるのかなっていう、もっとねいろんなとこでできたらいいなと思うけどね、やっぱセキュリティ的な問題とね、やっぱ個人でそこまでやるっていうのがなかなか難しくてさ、チケットの手配だとか、その俗には場所の手配だとか、あと警備員だとか、誘導のその人員だとかさ、何かあった時のその排除要員っていうか、保安部ってやつもう個人で全部賄うって無理じゃねえと思って、いろいろリスクがあるというかね、個人のお店でやるとかもあるし、市民会館とかもあるだろうけど、結構初めのうちはさ、そのフォロワー様の中のお店やってる方とか一日まるっと借り切って、そのお食事代だけいただいて、もう貸し切りっていう形で、もう本当うちらは無償で交流っていう形でやろうかなっていう、ずっと考えてたんだけど、ずっと考えてたんだけど、もうあまりにも粘着質な方が多すぎて、万が一ね、そのなんていうの、何やってもさ粘着質の人おるやん。でうちらに言う人はさ相手しないからいいんやで、でも心配なのはそのお店側にさ、イチャモンつける方っているじゃん、あんなやつら呼んだとかさ、そうなるともう申し訳ないなっていうので控えてた。で今回角川様の方でこういう機会で企画してくださるって言って、全部安全性もそういうこともしてくださるって言って、ならもうちょっと堅苦しいかもしれないけど、お願いしますっていう形でやらせてもらって、なんかラジオ、本当のラジオの番宣っぽくなってるんだけど大丈夫？まあうちらもねいろいろ思うこともあるし、大変だなって思うこともあるし、それこそまだやったことがないから、どうなるんだろうっていう。前回もズームでやらせてもらって、そのお顔見える状態でやって、こんななんか普段のライブと違うなっていうので、今回は直接会うっていうことでね、だって全部自分たち企画しちゃうとさ、進行とかもなんか自分でもできないよねってただでさえ感じたものをやってるもんでさ、進行のその区切りはね当然あると思うんだけどね、っていう形で、まあ久々のラジオ、まあちょっと体調的にもあれなんで続けれるか分かんないんで、ポツポツ飛ぶ可能性もあるんで、今結構ストックをなんとかね消化してるとこなんで、だからまあちょっと 1,2 個やりますかね。前いただいた、本当はもっと消化していきたいんだけどね。じゃあ行きますか。はい。あらかじめ言っとくけど、頭回ってませんので俺じゃあ本当にお盆からね、頭回ってないんやって。似てきたかにゃもにゃいぬこさん。にゃもにゃいこ犬。にゃもにゃいぬこさん。にゃんこなのワンコなの猫じゃない？はい。こんにちは。いつも動画を楽しく拝見しています。今回セミナーが他の用事と重なりリアタイできません。質問です。睡眠中に見る夢についてです。私自身は1週間に1回は夢を見ます。夢では見たことのない景色に自分自身と見知らぬ人がいたり、逆に慣れ親しんだ景色に自分自身や家族、顔見知りの人が出てきたりと様々です。その中で時に夢で起きたことがこれ夢で見たような気がするといった正夢がたびたびあります。そこでさきさんに夢とは、また正夢はなぜ見てしまうのかをお聞きしたいです。今後もお体にはお気をつけください。応援しています。まあその現実を壊すわけにいかんないけど、でもあんまり真実しか言う気がないんで。男性で21歳の方ですね。99% は願望なんやで。願望と願いで、未来史みたいに起こることがあるやんか、そうやって未来史と思う人が
結構いるんやって。この場面、この感覚、見たことがある、やったことがある、この行動、それ自分の中の願望で描いてて、シミュレーションしてただけ。っていうのがほとんどなんやて。ほぼ、ほぼ。まあ、でもその中に守護様が関係して見せる未来とかね。そういうのはあるんだけど、結構少ない。少ない。ほんと少ない。だから、まあ、未来史ができますっていうのは、ある程度かなりの失礼な言い方ね。願望とか妄想が強い方。ね。めっちゃ飛ぶ夢見る。いつか飛ぶかもしれん。なんか、その夢占いとかさ、夢の心理学法とかあってさ、なんか空を飛ぶ人は欲求不満だとかさ、そういうのがあるやんか。だからまあそっちの方が近いんだよねっていう、心理学的な方を拾った方が。でデジャブも結局は無理やり昔の過去と合わせる。でもありえない感覚、ありえない現象のありえないものが立て続けで変わらず見る場合は前世の記憶だったり、人間で前世って言ったらやっぱスパン的にさ、100年200年とかさ、もうむちゃくちゃ昔とかないもんで、歴史書とか今の時代読んじゃうと想像ができちゃうわけで。だから今の時代だとなんて昔の前世なのかって言われたら微妙なんやで。これがまだ勉学とかそこまで発展してないような江戸時代とかもう戦国時代とかそんな時代になんか変な夢を見たっていうと前世見の可能性がある。でも今さパッと思った時にさ、戦国時代の夢見たりするとさ、戦国時代を知ってるじゃん、まあ、勉強で。だから想像して妄想しちゃうんだ。だから今の現状で見る夢っていうのは 99% ほぼ自分の願望、思いねっていうのが、それが悪いわけじゃないしね。まあ悪いわけじゃない。で不安になるとやっぱこういうことが起きたらシミュレーションする。よくさ不安症の人は直前に見た映画とか、話したことを夢で見る。ほとんどそれないでいますね。でもさコントロールできたりもするからさ、だから願望なの。そう昔はさめっちゃ低空飛行しとったのにさ、飛べないって思ってるから飛べないみたいな。飛べない。精神的、その亡くなった後とかもさ精神体じゃん、まあ展開もそうじゃん、一部は違うけど。まあ一部は違うけどね。まあ細かいこと言うとね、だから飛べないと思ったら飛べないみたいなさ。人狼の時はポン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 飛んでたって言ってたじゃん、だからできるんだって思ったら飛べるようになったからね。夢の中イコール自分の世界が支配者じゃん。そうだから自分が願えば夢の中は大概叶うんや。そう楽しんだもん勝ちやんと思ってさ。そう夢の中ではね。でも甘い汁ない夢ってのは。人の夢と書いて儚いんだよ。お墓がないわけじゃないんだよ。儚いんだよ。儚くてもいいんじゃないの。夢ぐらいさいい夢見たいじゃん。でもね夢は見るもんじゃなくてね、叶えるもん。いいこと言った素晴らしい。いやこれはね別に昔から言っとることだね。俺これは昔から俺言ってるよね。言ってるけど、だから夢は確かに自分を求めるための理想とかをね見るのは十分なんやて。でも本物の夢はもう頂点を極めたいものはやっぱ叶えるもんだと思う。夢で見る夢ってのはやっぱ自分の生きるための気力だから。だからいいんじゃないのって。だからその未来史とかそれはないとは言い切らない。はっきり言ったら言い切らないけど、まあほぼないよねって。守護さんも未来史見せれるわけじゃないんだけど、世界的にやばい状態、要は展開から見てのね、やばい状態だとついてる守護様づてに少し未来を見せて何とかしなさいっていう暗示はある、けどよっぽどだよって。それはいい答えになった、だから夢見る人はさもう毎日のように見るよねって。毎日見る。週1回なんてね少ない方だと思ってた。俺だからお盆からさ俺調子悪くなったんやちもう俺今ほぼ毎日さ悪夢見てるんやで、不安でしゃあないっていうかもう本当に疲労困憊でね。今なんか急に耳鳴りがしだしてるけど。どっちから？右からはい、じゃあラスト1枚いきますか。はい。ゆたさん。ゆたさん。いただいたお守りの効力はどのくらいの期間保つのでしょうか。
また効力を長持ちさせる方法や保管法、効力がなくなった後の用途のおすすめがあればぜひともご教示ください。よろしくお願いいたします。今後もご活動を応援いたします。36歳の男性です。まあ通常運用で3年は普通に稼働するかなっていう、まあちょっとイメージ的にはそのかけたその内容の術式の乾電池みたいな感じなんだよね、ほっといても消費しますよっていう、でまあ正確に言えばまあ5年ぐらいは持つけどイレギュラー込みでまあ3年ぐらいかなっていう持ってるだけでの消費してきますよっていう感じで、長持ちさせる方法は難しいね。それ難しいよ。それはどんな突発的なことで減るか分かんないんで、普通に出勤してたのに、例えばだよ、車で3車線走ってて自分が端っこで真ん中でもいいやんか、走っとるとするじゃん、左右どっかで呪われた人の車が運転手が横通っただけで自分のそのお守りの効力ちょっと減るしねっていうそっか、だから減らないようにするっていうんだったら全く持ち歩かずに家の中に置いておく、まあそうでも家の中に浮遊霊とかそういうの来るんだったらまだそれでも減ってくるね。関係ないね、そんな。だから長持ちさせるってのはちょっと難しいのかなっていう、使えるだけ使った方がいいね。でまあ減るでなくなります。まあおよそ3年スパンかなっていう、で改めて俺のとこ持ってこれば入れれるけど 100% 入れたものに再度入れるってと 100% 入らないんやって、使い方とかその消費の仕方にもよるけどまあ 80% か 70% 入り直せばいいのかなっていう、それを繰り返すとやっぱ次はもう 50% も入らないよねとか、じゃあもう新しいの変えた方が早いよねっていう、だから電池っていう、そういうイメージかな俺にとっては。でもまあ使い終わった後の用途、まあちょこちょこいろんなとこで言ってるけど、その水槽とかそういうの買ってるといいのかなって、そこにそう混ぜちゃうとかね、空っぽの電池やからまあ今水銀使ってないからあれやけどにじみ出るわけじゃないから、捨てれる普通の石鉱石だから。あとはその花とかの植木をやってたらその水はけ用に石代わりに使っちゃうとかね、少ないかまあもったいねえか使いようとあんまりないかなっていう、まあ普通に持っててもいいよね。持っててもいいし、あとまあテクニックとか技術があるんだったらそれをレジンで型に入れて水晶バー入れてレジンで固めてんで平たくしてペンダントとか、そういうので持ち歩くっていうのもいいけど効力はなんもないよっていう、そういう扱い方はできるかな。綺麗だもんねだって、一時考えたけどね、そのプレゼント用とかさ、ね、まあ商売っていうと俺どうもピンとこないんだけどさ、そういうのをそのお守りみたいなレジンで力入れて固めてそれを、なんていうのかな、販売っていう形をしようかなと思ったけど、意外と個人でレジンであれ1個作るのきついなと思って、ちょっとなんか余裕ができたらやろうかなと思って余裕が出ないっていう、そう余裕が出ないっていうでもいつかはやりたいなっていうのはあるけど、自分たちでやったらどうだろうね。で結構調べてさ、レジンのその液体もさ上下がすごくて、質が悪いともうすぐ色が劣化しちゃうとかさ、1年ぐらいで。だからそれなりのものを作るとやっぱ腕と技術とそれなりの工房がいるのかなっていうと、今の状況で時間がないのと採算が取れないのと、そうね、採算もね全部やったけどプラマイゼロだとさ、ちょっと大変かなって。確かに無償でほぼやってんだけど、それでもうちらには税金と生活っていうのがある。税金はやばいですね。もうみんなやばいよね。みんなやばいよね、だからどっかでもあったけどもう基本的には全部無料でやらせてもらってる、相談とかもそういうのもだけど、本当に裕福な方とか、その余裕がある方にはちょっと心づけっていう形でいただいてはいる。昔からずっとそうだもんね、そうほとんどゼロだよ。でそのいただいたやつを今度また遠征とかさ、出張だとかに使ってたもんで、ほぼほぼボランティアに近いんだよねっていう、だから YouTube 始めたのも誰にも負担がない状態で始めれるものっていう風で YouTube そう見てくれるっていうだけでその収入が入る、その収入のもとで使っていろんなとこ行けるよねって、そうすれば相手方に負担かからないのかなっていうのが、それを本業にしようと言った時にいざ今度生活費まるっきりないどうしようってなっちゃって、ご支援という形でメンバーシップっていう形を取らせてもらったんだけどね、それでちょっと遠くまで行けるようになったのかなっていう、
だからなるべく皆様の負担がないように、だからメンバーシップも入ってくださってる方ももう他の方とねやる前に値段何が妥当なんだろうって調べさせてもらって、だって一番安いので喫茶店のコーヒーより安いはずだよ、月1で、月1本ぐらいしか動画はね、出せないし、出せない可能性があるもんで、もう本当にご支援というか応援という形で最低限のやつでいいんでよろしくお願いしますっていう形で、そんな形でやらせてもらってるんで、それはね会費が5000、6000とか言うんだったらもう頑張って取るよそこまでちょっと余裕がないし、やっぱいろんなことがあってね、やっぱ撮影できない相談が意外とあるもんでさ、そっちで半分ぐらい時間が潰れちゃってるもんで、はっきり言ったらそれすらさ YouTube で撮れればさガラッと変わっちゃうんだけど、どうしてもプライバシーとか本当に人生に関わるような相談とかが多いもんで見せ物にするようなことじゃないんだよね。ちょっと心苦しいかなっていう、やっぱうちらもそれでストレスになったらね、やっていけないし、だから本当にもう皆さんのその見てくださってることと広げてくださってることがもうありがたい、その中でもやっぱ知ってほしいのは、無償でやってるって言ってもうちらやっぱ人なんで、物食べないと生きていけないんで生活するためにもこのボロ屋でも維持するにもお金がどうしても必要なんでって、どうしてもそこからお金は使わせてもらってるかなっていう、と見てくださってる方は多分分かっとると思うけど、俺ら贅沢ってなんかしてるかなっていう、小さな幸せで十分幸せだから、別にそれ以上求めてないから、なんかブランドバッグこうやって持ちながらさこうやってやっとったら俺らじゃないよね興味ねえしそもそも俺やってみるいや買うのもちょっとなんか無理かも。もったいないかなって、そう使わないし、でも今緊急的に困ってるのは PC がやっぱ前々からさもうダメダメってライブとかで言わしてもらったんだけど、もうあかんと思ってやっぱ無理だったね。やっぱ無理やわと思って今ちょっと見積もりとやっぱそれなりのものを買うと思うとゲっていう日が高いっす。マジかーと思って、大きいよ出費が大きいよ。それこそいつかさ 4K で撮ってさ出そうと思っとったけどさ 4K のパソコンにするだけでめっちゃびっくりした。高くなって 4K 対応のその見積もり出したらさあかんパソコンで5、60かかるって言われたのね。あかんよ。無理さすがに無理よ。さすがに無理って、今回のパソコンでもさ最低限のスペックでその編集できることを考えても結構したもんで、しかも毛穴見えるし嫌だよ綺麗になったら毛穴見える。毛穴見えてもいいじゃん。こんなでっかい毛穴かもしれない。あれちゃんと加工してないってのが証明になるよ。だから毛穴が見えちゃうでしょってだっていざさそのオフ会やって会ったら誰みたいな、やだめっちゃ嫌だそれ。結構あるんでしょそういう SNS 系は。先どこですかどこですかって言ってうちらすれ違うとみんな分かってくださって、ねありがたいことにね、だからセットだとね余計気づいてくれて、片方トイレとかねどっか行って片方って言うと探してくださるっていう形で、ちょっと病み上がりでなかなか進展もしない感じなんで、長く見守ってくださるとありがたいかなって。いろんな発表もあったり体壊したりって、そう発表ってなるとなんかこれは個人的になっちゃうんだけど、告知動画ばっかなっちゃってなんか嫌だなって思って、申し訳ないなっていう感じになってね。でもそれ以外が遠征とかその他の鑑定行くと撮影できないから結局上げれない。でもその告知は時間が迫ってるから上げなきゃいけないとか、だから告知動画ばっかりになっちゃってなんか申し訳ないなっていう。でも嬉しいことだからさやっぱ報告したいし、ってな感じでちょっと雑談っぽく初めはちょっと愚痴った感じになってるけど、ちょっと本当に精神的に今やばいんで肉体的にもちょっと両落ちて方ね、精神は肉体をも凌駕する。そうやけ食いしたくても体が健康じゃないからやけ食いが怖いと。体的にね気持ち悪いじゃんもうダメだもん。ちょっと気持ち悪いんで本当にお茶とか水ばっか飲んでるしね。ってな感じでちょっと今回は久々のラジオという形というか雑談会というか現状報告会、じい様が出たとじい様が出たと忘れとったのに覚えとるよ嫌なことは
忘れようよそういうのはもう。ってな感じで次回ちゃんと毎週は難しいかな、今の現状だと難しいかも。難しいんでちょこちょこ頑張って撮ってくんで、はい。なんとか目指せ100回は今年中行け。どうだろう。難しいな。今何回かもわからん。50何回じゃなかった。だそからんな言っとるっ多分50回ぐらいじゃない。本当に覚えがない。だからこれ9月だもんで、あとまあ9月なしだとしても10、11、12だからまあ10本出せるっていうラジオだけで頑張れるかな。のんびりいきます。門川さんの方で11月だもんで、でそっちの方でまあ別でね、撮影はできないけどその鑑定してくださるじゃない鑑定する別の方がいるもんで、やっぱ、どうだろう、長いと2週間ぐらい東京になるのかなっていう、そうするとまた撮影もできないっていうもう大変だね。ガチの編集者が欲しいかもやっぱでも結局収入が遠征とかさ生活費でさ、もうギリギリな状態だもんで、雇うってのが結構大変なのかなっていう、もう本当に皆様に支えられてなんとか今ギリギリで来てるんで。さき食堂も開幕したしね。したのにその体調壊したとこでねあげてね、あれ夏だから後であげようと思ってたんだけど漬物来ちゃったから。そう漬物はもう夏なのやて、あれはきゅうり安いの夏なの。そうあれうまかったでしょ。マジでうまいです。まあパリポリ昨日つけた、昨日一昨日つけ直したよまた。つけ直した。またわざわざちょっとスーパー行って今回はニンニクもつけてみました。ニンニクもいいよ。愛知はお腹が壊すかもしれません。生のニンニクはお腹にやばいの。やばい。でも美味しいだろう。美味しいよ。まあ3日4日5日、まあ経験的に冷蔵庫ぶち込んどけば3週間4週間普通に持ったけどね。しかもお酒やることでさ、その風味もね、そう風味もつくからね、わずかに。それ野ざらしで外だったら絶対アウトだよ。それはもう食中毒もんよ。それは食中毒もんだよ。だから絶対冷蔵庫だからねこれは。だからまあおよそうちの経験的には1ヶ月は持ったかなって。3、4週間普通に食っとったからね。なんか他の漬物他の野菜、とかはないですかって言って、ナスとかつけてた人もいるし、俺はあんまり他のをやったことがないんだよね。でもなんだタケノコはやったことある。生じゃなくて茹でた後にしっかり水分取って漬け込んだってのはやったけど、旬のタケノコねはある。食いたい顔してるけど食いたいよ。アク抜きめんどくさいんやで。めんどくさくはないけどめんどくさい。とりあえずねニンニクがありますから、だからまあ本当は料理系も取っていかないかいかんだけど、何分体調悪いんです。結構大変だよね料理の動画撮るってのも。そう台所も死んでるからね。もう話戻すとそれを防ぐための個人的な今のやりとりで揉めとると。最終それが一番の根本の問題だよねっていう、そこが行くとちょっと変わるのかなって環境的にも、でもその相手でもあーって言われてパンチしとく。配信の手が壊れるってことで、なんか終わろうとして終わらないといううちらのグダグダ感まあ今後ともよろしくお願いしますという形で。よろしくお願いします。では失礼します。古いなあれ平成生まれでしょ。平成であれバイビーってあれまあいいやはいバイビー。